こんにちは、うつみやさです。本日はモチーフ編み方めちゃめちゃ間違えていたということで、このモチーフたちをほどいて使える状態に再生していくという動画になります。一応正解のモチーフがこちらになります。1、2、3、4段青いのがあって白が2段ですね。で、こちらが間違えてしまったモチーフたちです。1、2、3、4、5段編んでしまいました。で、白が2段ってのが合ってるんですけど、5段編んじゃったので使えないっていうことですね。パッと見るとこの4段のところまでは活かしていいんじゃないかって思われる方もいるかもしれないんですけれども、このモチーフはレベッカさんという方のモチーフカーディガンっていうのを作ろうと思って編んでいたんですけれども、立ち上がりのやり方とかを完全に間違えてしまっていたので、ちょっともったいないんですけれども、気になったのでほどいていきたいと思います。ほどくモチーフの数は1、2、3、4枚と、あとは全然編み方を変えて編んでしまったこちらのモチーフもほどいていくこととします。ではモチーフをほどいていきます。編み物を編む動画は YouTube 上で見る機会が多いのですが、ほどく動画はなかなか見る機会がないのではと思って今回動画にしようと思いました。私はとても下手くそでうかつな人間なので、しょっちゅうほどいて編み直しをしています。ほどいて製麺した後の処理をよく知らないのですが、このままだと扱いづらいので、とりあえずいつも手に巻いて糸玉っぽくしています。皆さんはほどいた後の毛糸の処理をどこで学んでいるんでしょうか。編み物教室とかに行けば、ほどいた後に毛糸をどうすれば良いのかも教えてもらえるのでしょうか。もし優しい方がいらっしゃいましたら、ほどいた後の毛糸の処理のやり方をこっそりコメント欄で教えてください。ということで、毛糸玉が一つ完成しました。私は本当によく失敗するので、この状態の糸玉が家にかなりたくさん転がっています。ちなみに今回はこのラーメン状になった糸をまっすぐ伸ばせるという噂を聞いたので、その作業に挑戦したいと思っています。いつもはこの製麺した糸を手に巻きつけただけのうねうねした状態の糸で編み直しをしているのですが、これがどこまで綺麗な状態に戻るのかとても楽しみにしています。ということで、全てのモチーフをほどいて糸玉の状態にしました。オパール毛糸はとても可愛いんですがお高いので、このように再利用をしていきます。次はもっと上手に編んであげたいと思っております。続いてはスチームを当てる作業をしていきます。これは料理用のバットと網です。夫が唐揚げを作る時に使っていたものを拝借してきました。網の下に毛糸をくぐらせて、網の上にスチームアイロンを置こうと思って用意しました。そうすることによってちょっと浮かせた状態で毛糸にスチームを当てることができ、アイロンを浮かせた状態で手に持ち続ける必要がないので、腕が疲れないのではと考えました。わあ、こういう感じ？私はアイロンを家庭科の授業ぐらいでしか使ったことがないので少し戸惑っています。ということで、恐る恐るですが毛糸にスチームを当てていきます。バットを用意したものの、バットに本当に置いていいのか戸惑っている様子がこちらになります。若干後ろの毛糸玉がアイロンに近づいていて怖いですね。でも伸びてるかも。調べたところ、昭和の時代には湯の敷というほどいた毛糸の癖を取るための道具があったと聞きました。やかんの注ぎ口に装着し、ほどいた毛糸をお湯を沸かした蒸気にくぐらせて毛糸の癖を取ることができたそうです。今回探してみたのですが、現在は生産が終了しているようでしたので諦めました。すごい、見てください。結構まっすぐじゃないですか。すごくない？ウケる。まっすぐになることを確認したので、すべての毛糸にスチームを当てていきます。すべての糸玉にスチームを当てて、このもじゃもじゃの状態で数時間乾かしました。触った感じでもしっかり乾いていそうでしたので、この毛糸たちを手に巻きつけて再度糸玉の状態にしていきます。動画では早送りにしていますが、実際はこの手に巻きつける作業だけで3、40分ぐらいかかったと思います。
ということで、このように全ての毛糸を糸玉の状態にすることができました。もっと簡単で楽な方法があるよという方がいらっしゃいましたら、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。編み物初心者はこんなところでつまずいているよということを発信すれば、有識者の方にとって新鮮な動画になるのではと思い動画にしました。この動画がもし面白かったら、ぜひチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、内海朝でした。